SSO 管理してた俺をクビにしたら証明遺書期限切れで全社ログイン不能。一度作れば保守不要だろ。1日100万円で直してやるよ。俺は29歳の認証基盤エンジニア、中堅 IT 企業で働いていた。3年前、社内に大きな問題があった。各部署がバラバラのシステムを使ってて、社員1人当たり20個以上の ID、パスワードを管理してた。パスワード忘れちゃった。どのシステムがどのパスワードかわからない。これはセキュリティ的にも業務効率的にも最悪だ。そこで俺は提案した。シングルサインオン SSO の導入です。一度ログインすれば全てのシステムにアクセスできる。それは素晴らしい。ぜひやってくれ。3年かけて社内の全システム50個以上を統合。メール、チャット、勤怠、経理、営業支援、顧客管理、プロジェクト管理、人事システム、全て一つの ID とパスワードでアクセスできるようになった。めちゃくちゃ便利になった。パスワード管理のストレスから解放された。セキュリティも大幅に向上した。君のおかげだよ。ありがとう。社員1000人全員から感謝された。この仕事は本当にやりがいがあった。めっちゃ良い話じゃん。 SSO 便利だよね。しかしある日、突然の全社集会が開かれた。皆さん、新しい CIO の田中です。私はコスト削減のプロフェッショナルとして招聘された。 IT 部門の無駄を徹底的に排除する。嫌な予感がした。コスト削減、やばそう。認証チームのメンバーに話がある。はい、何でしょうか。君たちの仕事を分析した結果、認証チームは不要だと判断した。SSO システムはすでに完成している。一度作れば保守なんて不要だろう。そんなことありません。認証システムには定期的なメンテナンスが必要です。特に SSL、TLS 証明書は90日ごとに更新が必要で、セキュリティパッチの適用も定期的に行わないと脆弱性が放置されて大変なことになりますよ。自分の保身のための言い訳はやめろ。証明書の更新なんて自動化すればいいだろう。それができないなら君は無能だ。自動化はしていますが、その監視や障害時の対応は人間が必要です。もういい。決定事項だ。認証チーム5名全員来月末で退職してもらう。そんなひどすぎる。技術は勝ってない上司の典型。ただし公認のために引き継ぎ資料は作成すること。公認、チーム全員クビなのに。残りの IT 部門で対応できるだろう。その夜、チームメンバーと飲みに行った。3年かけて作ったシステムなのに。俺たち何のために頑張ってきたんだろう。でもな、引き継ぎは最低限でいいと思う。ええ、どういうこと？俺たちをクビにするって決めたのは向こうだ。退職が決まってる人間に詳細な資料を作る義理はない。それってユーザーマニュアルは渡す。でも技術ドキュメントや詳細な設定情報は渡さない。なるほどな。これは期待。ザマー展開来るか。引き継ぎ資料はできたか？はい、こちらです。ユーザー向けの操作マニュアルです。これだけ？システムの詳細設定やトラブルシューティングの資料は？保守が不要なんですよね。それなら技術ドキュメントも不要でしょう。ふざけるな。契約上の義務は果たしました。退職が決まっている人間にそれ以上の義理はありませんよね。では失礼します。こうして俺は会社を去った。グッドジョブ。主、言うの。退職後すぐに大手 IT 企業に転職が決まった。年収は前職より200万円もアップ。リモートワークか、産業保護なし。技術者を大切にする素晴らしい環境だった。転職成功をね。年収200万アップは勝ち組。しかもリモートワークとか最高。一方、元の会社では認証システムのことよくわからないんだけど。俺もネットワーク専門だから SSO は門外漢だ。まあ何か問題があったら対応すればいい。でも証明書の更新とか今のところ順調に動いてるんだろ。それなら問題ない。はい、一応。大丈夫なのかこれ。絶対何か起きるわ。
職から3ヶ月後、朝9時、事件は起きた。あれ、ログインできない。俺もだ。何これ。メールもチャットも見れない。おい、システム部、どうなってる？まずい。SSO システムにエラーが出てる。SSL 証明書が期限切れだって。証明書、どうやって更新するんだ？マニュアルには書いてない。何をやってる？すぐに直せ。管理画面にアクセスしようとしましたが、パスワードがわかりません。パスワードくらい記録してあるだろ。引き継ぎ資料には、初期パスワードは変更してくださいとしか書いてありません。なんだと？来た。主の計画通り。最初から技術ドキュメント渡してないのみそ。その頃、社内は大パニックになっていた。顧客からの問い合わせに返信できない。給与計算システムにアクセスできない。勤怠管理も入れない。プロジェクト管理も顧客管理も全部ダメだ。今日の打ち合わせ資料が取り出せない。クライアントへの納期が今日なのに。請求書も発行できない。社員1000人全員が何もできない状態。業務が完全に停止した。全システム停止は草。これは損失やばそう。技術者クビにした報い。外部のベンダーに連絡しろ。はい。複数のベンダーに問い合わせましたが、 A 社、特殊な構成で対応できません。B 社、認証基盤は専門外です。 C 社だけが対応可能と言ってますが、データベース全体を再構築する必要があると。期間は2週間、費用は2000万円だそうです。2週間、2000万円。2週間も業務が止まったら会社が潰れるぞ。1日の業務停止で5000万円の損失だ。2週間なら7億円以上の損失になる。7億円。とんでもない額になってる。その頃、俺は新しい会社のリモートワーク中だった。前の会社から電話。もしもし。すぐに会社に来てくれ。 SSO システムが動かなくて困ってるんだ。そうですか。それは大変ですね。他人事みたいに言うな。お前が作ったシステムだろ。はい、作りました。でも、もう退職しましたよね。退職者に対応する義務はありません。お前が作ったんだから責任取れ。引き継ぎはしましたよね。ユーザーマニュアルもお渡ししました。それ以上は知りませんよ。ふざけるな。それでは失礼します。きっぱり断った。よし、かっこいい。正しい対応。切りやがった。どうするんだ。業務停止2日目だぞ。顧客からクレームが殺到してます。すでに損失は1億円を超えている。しかし今すぐもう一度電話しろ。いくら払ってもいいから直してもらえ。はい。また電話。もしもし。お願いだ。助けてくれ。いくら払えばいいんだ。お金を払うと。では条件があります。何でも言ってくれ。緊急対応コンサルタントとして1日100万円で対応します。ただし先払いで。100万円。はい、1日100万円です。交通費と宿泊費は別途。それと前払いでお願いします。1日100万円。前払いは草。100万円構わん。払え。1日の損失が5000万円なんだぞ。100万円で治るなら安いもんだ。わかりました。いいだろう。その条件で頼む。承知しました。ただしリモートでの対応になります。今の会社の業務もありますので。わかった。リモートで構わない。では振込確認後に作業を開始します。請求書をメールで送ります。振り込みを確認しました。それでは作業を開始します。 VPN 接続して管理画面にアクセス。やっぱり証明書が期限切れだな。自動更新スクリプトも停止してる。退職前に止めといてよかった。まず新しい証明書を発行。システムに適用して自動更新スクリプトを再起動。念のためログの監視設定も復元。よし、完了。作業時間2時間。2時間で治ったのかよ。専門家すごい。ログインできた。治った。システムが使える。助かった。本当に治った。修復完了のメールを送った。拘束時間2時間でも1日分の料金。2時間しか作業してないのに100万円。はい、もしもし。2時間の作業で100万円はおかしいだろ。契約は1日100万円でしたよね。時間制とは言ってません。
そんな。それにこれが3年かけて構築したシステムです。だから2時間で直せたんですよ。これが専門家の価値ですよ。それでは失礼します。完全論破。これが専門家の価値。2時間で100万円は安い。この一件の後、元の会社では役員会議が開かれた。田中 CIO、今回の件について説明してもらおう。それは君は保守不要と言って認証チームを全員解雇した。その結果業務テレシ2日間、損失は1億円以上だ。申し訳ありません。コスト削減のつもりな大損失じゃないか。田中 CIO はこうカットする。 IT 担当から外し、給与は 50% カット。そんな様。因果応報、専門家を軽視した末路。元の会社から連絡があった。田中は先月退職しました。認証チームを再構築したのですが、年収を100万円上げるので戻ってきませんか。すみません、お断りします。今の会社の方が年収が高いです。何より技術者を大切にしてくれる環境です。そうですか。結局元の会社は俺の元同僚を年収 1.5 倍で引き抜いたらしい。最初からそうしていればよかったのにね。本当にそれなん？専門家を使い落とした結果、一方、俺は新しい会社で順調だ。転職から1年が経ち、年収はさらに100万円アップした。前の会社と比べて年収は300万円以上高い。リモートワークで自由に働ける。最新技術にも触れられるし、技術書の購入費用も会社が負担してくれる。カンファレンスへの参加も推奨されている。何よりチームメンバー全員が技術を尊重してくれる。これが本来の IT 企業のあるべき姿だよな。主の転職成功をね。完全勝利じゃん。この経験から学んだことがある。専門性を軽視する会社に未来はない。技術者は自分の価値を理解している会社で働くべきだ。そして引き継ぎは義務だが、どこまで詳細に行うかは自分次第だってことだ。名言きた。これは正論。技術者を大切にしろってことだな。専門性は金で買えない。経験と知識の積み重ねだもんな。最後まで読んでくれてありがとう。みんなのコメントがすごく励みになった。主オツ。いい話だった。スカッとしたわ。主の幸せを祈ってる。技術者の勘だな。新しい会社でも頑張れ。